うわぁ、いやあ3日目4日目が終わりました。2日間ずっとミーティングって言ってもミーティング少ししただけで、なんかあとはずっと飲んだり食ったり、なんかチームの人と観光してただけな気がしますけど、これで出張自体は終わりですね。楽しかったなぁ。なんか以前はやっぱりリモートの前って出張っていうものがもっとちゃんと打ち合わせをしたり、いろんな細かいことを決める場だった気がするんですけど、なんかやっぱちょっと変わってきちゃってますよね。もうリモートでできちゃうから、なんかそんな感じじゃなくて、やっぱりあったらなんかもっと親睦を深めるとか、なんかずっと理論をするとか、話し合いをするとか、なんかそんな感じになったなと思いました。僕もなんかここ2、3年会えなかった APAC チームの人に全員初めて会って、なんかお互い思ってたより背が高いに低いみたいな話からずっとなんかお互いの国のことを話して、どうやってビジネス伸ばしていこうかみたいな雑談をずっとしてた感じですね。出張ってなんか回数はリモートのおかげで少なくなっていくでしょうけど、こういうふうに変わっていくんでしょうねって思いました。で向こう戦闘車ですけれども、あっちの方でぐらーっと飲んでそれで帰ってきた感じですね。で韓国のやつが面白いお土産を買ってきてくれて、僕がイカゲームが好きだって言ったら覚えていてくれて、イカゲームのなんかを買ってきたんですよね。イカゲームの何なんだろうこれは。これとかイカゲームを見た人はご存知かもしれないですけど、イカゲームのなんだこれ。これあれか。割れた。やばい、割れちゃった。これあれですね。イカゲームのここに入れて、こうやって針とかでこうやってって作る、これを作るお菓子ですね。これのリアル版をちゃんとイカゲームとしてネットフリックスが作ったってことか、これ。なるほど。全部ハングルで書いてあるから何書いてるか分かんないですけど、そういうことなんでしょうね。面白い。いいものもらったな。でも早速割れちゃいましたね。柔らかすぎる。どんな味なんだろう。なんかめちゃくちゃベタベタねっとりしますね。うわ、なんだこれ。カラメルだ。うわね、オールドスタイルのキャラメルですね。ほんとカラメルって言いたくなるようなキャラメルですね。匂いも強い。すごいキャラメルっぽいキャラメルですね。イカゲームのドラマの中でもこれが昔の遊びとして用いられてたわけだから、その時のやつを再現したんでしょうね。すごい歯にべったりくっつくすごい濃厚なキャラメル。ちょっとすごい薄いクッキーの上にそれが乗ってるって感じですね。面白い。匂いもすごい強いですね。口の中入れたらブワーってくるカラメルの香り。いやというわけで月火水木金、違うか、火水木金って言ってたのかな。というわけでこれで一旦出張は終わりで、ワーケーション終わったんで、明日は結構自由に動いて、で最後の夜なんで、また時間のある仕事仲間と集まってご飯を食べるみたいな、そんな感じしてます。じゃあすいません、失礼します。おはようございます。今ですね、このハートビートベドックっていうところに来てます。ベドック自体はなんかさっき見てみたらシンガポールで一番なんか人口が集まってる住宅地みたいです。
そこのショッピングモールに来てるんですけど、なぜかっていうと合気道の道場があるんで、ちょっとそこに行ってみたいなと思ったんです。ちなみにこのハートビートっていうのはショッピングモールらしいんですけど、ちょっとドキンちゃんみたいなキャラクターが設定されてますね。このシンガポールって合気道の親獣会っていうのがあるんですけど、ここでなんかシンガポールの中心、合気道の中心的な人物でフィリップ・リー先生って人がいて、あれだ、その人が合気道の道場をいくつか持っているというか、いくつかある合気道の道場の指導をされてるんですね。でそこに来てみたかったので、来てみたんですけど、ショッピングモールの1階に道場があるんですね。この国はスポーツセンターとかじゃないんだって感じですけど、書いてありますね。すごい、本当にショッピングセンターの1階にこうやった合気道の道場があります。心中会、すごいですね。心が柔らかくなるって書いてありますね。稽古をしに来たんですけど、本当にあんのかな。8時開始で今7時36分なのにまだ開いてないんですよね。どうなってるのかな。ちょっと待ってみたいと思います。いや、疲れました。すごいいい稽古でした。いや、なんていうか、やっぱこれ世界各地に道場行くといいのは、いろんな日本がその場で味わえることだなって改めて思いまして、ここでやってる稽古は一部がすごい昔日本でやってたことだなって思いましたね。でも一部は日本よりすごくなんか連続技が多かったりとかして、なんか面白かったですね。お手返しって技をやった後に2強と3強投げっていうのを連続してかけると日本であんまやんないんで、やっぱレベルが高いなと思いました。やっぱシンガポールの中心地だけあってすごいレベルが高い。一コマ出ただけでも汗だくですね。ちなみになんか昔コビット前は、コロナ前はこの3倍ぐらいの道場だったらしいんですけど、やっぱレントが高くてコロナ後はやっぱちょっと3分の1ぐらいになっちゃったので残念ですけど、難しい時期ですね。その有名なフィリップ先生っていう方がご飯でも一緒におっしゃってくれたんで、今8時からの稽古出たんですけど、これからちょっとコーヒーとかご飯とかちょっといただいてから、ホテルに行って戻ってシャワーでも浴びようかなと思います。If I leave here, if I just leave you. おはようございます。今朝の6時ぐらいですね。JAL便はもう朝8時10分発だから、ちょっとすごい早く来なきゃいけなくて、ちょっときついというか眠いです。最後のラウンジ飯ですわ。カレーですね。日本風のチキンカレーとクリアスープと書いてありましたけど、そういったスープ、これでもう最後にして日本に帰りたいと思います。でもなんか
出張の形って変わってくんだろうなってすごい思いました。やっぱり普段の仕事ってもうリモートワークでできちゃうから、こうやってなんか人と会うのってなんか親交を深めるためとか、なんか特別な契約をするためとか、そういうことだけになってっちゃうんだろうなっていう気がすごいしましたね。いやー、まあでも当たり前なんですけど、やっぱ改めて思ったのが、まだやっぱコロナだから帰るときちょっとめんどくさいなと思ったのもありますけど、リモートだからワーケーションってすごい簡単にできちゃうなと思いました。今回も勝手に早く来て勝手に遅く帰るわけですけど、やろうと思えば1週間2週間ワーケーションしながら仕事できちゃうなって思いましたんで、なんかまたちょっとどっかワーケーション行きたいなと思います。というわけでシンガポール終わりで、これから帰ります。7時間のフライトです。じゃあ今回とりあえずこれでお疲れ様でした。